ロファイリング、それは犯罪の性質や特徴を行動科学を用いて分析し、犯人を推論する技術。アメリカの FBI がこの技術を導入したきっかけはおよそ60年前のある事件でした。1957年、ニューヨークで一人の男が逮捕されます。男の名はジョージ・メテスキー。1940年代から50年代、30件以上の爆弾を仕掛け15人以上に被害を出したアメリカ犯罪史上最悪の連続爆破事件を起こした人物。そんな彼の異名はマッドボマー。メテスキーは巧妙な手口で警察の捜査を撹乱。そして犯人逮捕の糸口をつかめないまま16年の月日が経過。しかし長い年月の後に逮捕された犯人像はアメリカ中を驚かせたんです。なぜなら目撃者もない中で FBI がプロファイリングを駆使し作成していた犯人像、それが爆弾魔メテスキーの特徴とぴったり一致したんです。30以上もの爆弾が仕掛けられた連続爆破事件。16年以上も未解決だったこの事件はどのようにして解決へと至ったのか。果たして凶悪爆弾魔の正体を暴いたプロファイリングの始まりとは。おすおす、すべての創造主ケンちゃんです。爆発寸前闇闇子です。優しい。本日ご紹介するのはですね、プロファイリング導入のきっかけとなったマッドボマー事件についてなんです。本日ご紹介するね、警察っていうのがちょっと頼りなくてですね、そこで救世主として現れた警部によって当時ね、ほとんど用いられることのなかったプロファイリングというものが導入されたんです。この動画見た後にね、プロファイリングすげーと思ったメトラの皆さんはね、ぜひちょっとコメント欄にね、教えてください。連続爆破事件の幕開け。遡ること80年前の1940年11月16日、ニューヨークにある電力会社コンソリデーテッドエジソン社、通称コンエジソン社で事件は幕を開けました。この日、電力会社の従業員が工場内を歩いていると窓枠に謎の木箱が置かれているのを発見するんです。不審に思った従業員がその木箱を確認すると、中の包装紙にはこう書かれていました。コンエジソンの悪党どもへこれをお届けすると。そして従業員はこの不気味な箱の中を確認します。なんとその中に入っていたのは爆弾。箱の中にはぎっしりと詰められた火薬と爆破装置があったんです。すぐさま従業員は警察へと通報。しかし捜査の結果、爆弾は砂糖と乾電池で作られた稚拙な不発弾であることが判明したんです。砂糖と乾電池ってさ、子供のいたずらじゃないのこれ。子供にしてはちょっとね、頭良さげな感じね。不発弾にしようとしてたっていう意図もちょっと感じ取られるんですよね、これ。だって砂糖と電池どうにもなんないですからね。科学の実験でさ、フルーツに電極さして電気つけるやつとかあるじゃん。あれじゃないけど、不発弾なりに知的さ出そうと頑張ってる感もちょっと面白いですけどね。警察はなぜあえて犯人が不発にしたと推測したのか。その理由は爆弾に先ほどのメッセージが添えられていたため、爆発すれば包装紙が燃え、このメッセージを伝えることができなくなってしまいます。そのためにわざと不発弾にしたと言われているんです。しかしそれ以外にこの箱から得られる情報はほとんどありませんでした。結局犯人の手がかりをつかめないまま月日は流れ、事件発生から10ヶ月。特に被害が出なかったこの事件が関係者からも忘れられた頃、再び犯人が動き出すんです。2回目の事件も1件目同様、コンエジソン社の近くで爆弾が発見されるというものでした。そして今回の爆弾も稚拙なもので爆発することはありませんでした。このことで一連の出来事は爆弾事件というよりいたずらと捉えられるんです。そのため当時は地元紙でさえ掲載しないレベルの事件だったんです。やっぱいたずらじゃない。そう思うかもしれないんですけど、なんとニューヨーク市警にある一通の手紙が届いたんです。手紙にはこう書かれていました。戦争の間は爆弾は作らない。私の愛国心がそうさせた。いずれコンエジソンに裁きを下す。奴らは卑劣な行為を償うことになる。FP と。確かにヨーロッパはね、当時ね戦争中で、アメリカもねいつ戦争になってもねおかしくないようなね状態だったんですよ。その後も犯人は同様の怪文書を絶え間なく警察や新聞社、そしてコンエジソン社に送りつけます。しかし手紙通り爆弾を仕掛けることはありませんでした。そんな奇妙な状況のまま2つの事件から5年の月日が経過。1945年9月2日、第二次世界大戦が終戦します。そんな激動の時代です。誰もがこの事件を忘れかけていました。しかし終戦から間もなく状況は一変するんです。なんと手紙の通り戦争が終わったことをきっかけに再び爆弾を仕掛けられるようになったんです。終戦から5年後の1950年3月19日、ニューヨークの鉄道の拠点グランドセントラル駅、ここに爆弾があると通報を受け捜査官が現場へ向かいました。するとそこには確かに爆弾が。そして次の瞬間爆発したんです。
いやいや、不発弾じゃなくなってんじゃないこれ。いやそうなんですよ、もう最初の事件からね10年が経ってたんで、ここでね驚きのねある変化が起きてたんです。爆発後の捜査で爆弾を見た鑑識は驚きの表情を浮かべながらこう言いました。技術が格段に向上していると。そう、休んでいる10年間で犯人は爆弾作りの腕を格段に上げていたんです。もう他のこと勉強せえ。その技術力は警察が軍で爆弾の作り方を学んだと考えるほどのレベルに達していたんです。さらに今までは高円寺村社だけを狙っていたのに対して今回は駅を狙っていたんです。マッドボマーは公共施設をターゲットにした無差別攻撃に打って出たんです。そして地元紙ですら扱わなかったこの事件はここからアメリカ全土を恐怖に陥れる凶悪事件へと発展していきます。軍で作り方学んじゃうんじゃないかってさ思えるほどの腕って相当じゃないこれ。いやもうね本当おっしゃる通りです、なんとね技術がね発達しててですね、作り手のね、リテラシーがどんどん上がってて、まあ最初はね地方紙にもね載らないようなちっちゃい事件だったんですけど、こんなにね話題になるぐらいの凶悪事件に発展して、なんとねニューヨーク市警がですね過去に類を見ない、ね、大規模な捜査網をね敷いたと言われているんです。ニューヨーク史上最大の捜査網。事件を再開したメテスキーはその後いくつもの爆弾事件を起こします。爆弾は駅や音楽ホール、映画館といった人が密集する場所に設置され多数の被害者が出たんです。もうほんと性格悪い。中でも悲惨だったのが1956年ブルックリン映画館での事件。多くの人が集まるこの場所で爆発した爆弾で6名が負傷。その中でも爆弾の近くにいた3人は瀕死の重傷を負ってしまうんです。ニューヨークで爆破が多発したことで市民からは怒りの声が続出。翌日には当時のニューヨーク市警察委員長スティーブン・ケネディがニューヨーク市警察史上最大の捜査網を張るというほどの大規模捜査を開始。警察はバーン・インベスティゲーション・ユニットという事件のための特別班を結成。爆弾魔を捕らえた者に昇格を約束し警察官の士気を高めました。捕らえられたらもう昇格ってもう、みんなめちゃくちゃ頑張るんじゃない、毎日ね新聞にねこの事件載ってたりしてて、もうその当時ね本当に注目度がね高い事件だったんですよね。さらにコーン・エジソンの元従業員の怨恨による犯行を考え、会社の従業員記録から裁判記録を調査。また彼からの手紙に長年重い病気に苦しんでいると書かれていたため病院の通院歴も調べることに。同時に爆弾作成の技能を得られそうな職業訓練校も捜査対象にするほど大掛かりな捜査網を敷いたんです。さらに爆弾魔を捕らえた者に多額の報奨金を出すと発表。その結果挙動不審な隣人や爆弾に詳しい同僚の情報を多数集めることができたんです。多くの情報が手元に揃ったところで次はメッセージの筆跡から犯人の特定をすることに。警察は自動車運転免許の申請を調べ犯人と似た筆跡の500人を捜査対象へと加えます。しかしニューヨーク中を挙げての大規模捜索をもってしてもなお有力な手がかりをつかむことはできなかったんです。こんだけ大規模にさ捜査も敷いてたらなんか進みそうなもんだけどね。まあね実はね、思うようにね捜査が進まなかった理由がねあるんです。捜査がなかなか進まない理由は2つ。1つ目が模倣犯の存在。注目を集める事件の犯人は一部の人にカリスマのような扱いを受けてその犯行を真似する人が現れることが少なくないんです。1951年頃からマッドボマーと同様の爆弾を警察に送りつける模倣犯が現れ警察の捜査が攪乱されるようになったんです。そして2つ目の理由が犯人の巧妙な駆け引き。この事件で犯人は30以上の爆弾を仕掛けています。しかし実際に爆発したのは20個ほど、つまり3分の1は偽物が仕掛けられているんです。ダミーを混ぜることで市民から偽物の情報を通報させ本当の爆弾事件から目をそらすように捜査を攪乱したんです。こうしたこともあって一向に成果を得られないニューヨーク市警。しかしある刑事が用いた斬新な捜査方法によって事件が進展していくんです。事件を担当したニューヨーク市警の警部ジョン・クローニー。難航する捜査を前に藁にもすがる思いで一人の専門家に協力を求めました。その人物こそジェームズ・ブラッセル。犯罪学と精神医学の専門家で事件解決のキーとなる人物。ニューヨーク中を混乱に陥れる巨悪を特定するためならばとブラッセルはこの申し出を了承。さらに犯罪科学捜査研究所所長のハワード・フィニーを加え3人での捜査を開始。そしてこの3人は今まで警察が行ってきた捜査とは別のアプローチで進めていくんです。ここで行ったアプローチこそ当時ほとんど例がなかったプロファイリングだったんです。確かに前例は少なかったんですが犯人の狡猾な犯行を鑑みてこの手法を導入したんです。まず3人は現場写真を分析。爆弾魔の精神状態や電気技能から犯人の特徴や精神状態など
どの分析をすることに。そしてこのプロファイリングによって犯人に関するいくつもの特徴を導き出したんです。いやいや、そんな簡単にできるならすぐ使えばよかったじゃないの。当時はね、刑事はね、足で情報を稼ぐんやみたいなね、体育会系乗りみたいな感じね。もうね、もう僕そういうの無理なんですけど、そう一番体育会系っぽい感じ。いやいやいや、効率悪いじゃん。でもなんか時代も時代だから、そういうことじゃないんですよ。科学的な捜査もね、まだなかった時代なんでね、そういったね時代背景もあってね、当時ねこんなね捜査をねするっていうのはね、そもそも選択肢なかったっていう時代なんですよね。判明した犯人の情報は7つありました。まず1つ目は性別。過去の事件などを見ても爆破犯は歴史的ほぼ例外なく男性なんです。よって連続爆破事件の犯人を男性と想定。2つ目が編集描写。編集病とは他人が常に自分を批判しているという妄想を抱く病気。これも凶悪事件の犯人が持っている人が多い傾向にあったんです。3つ目が年齢。編集描写の多くは30代前半まで本格的な症状が現れません。つまり犯人が最初の事件を犯した時30代であると予想。それから16年経っているため捜査当時は50歳前後と考えられたんです。4つ目が生活状況。編集描写の多くは一人暮らしか年老いた親族と暮らしているんです。そして5つ目が人種。当時爆弾の多くは中央ヨーロッパで行われていました。そのため犯人はスラブ系の移民であると予想。そしてスラブ人の大半がカトリックであることから犯人もカトリックであると分析されたんです。いや、めちゃくちゃわかるじゃない。こんなわかんの。いや、そうなんですよね、5個ね今分かったと思うんですけど、全部7個なんで、あと2つね分かる要素があるんですけど、どうですかね、メトラの皆さん、絶対にこの情報は必要だよって思うものコメントしてみてください。6つ目が性格。犯行声明文を出すことや完成度の高い爆弾を作ることから犯人は几帳面な性格である可能性が高いと分析。ちなみにこういう特徴の人はダブルのスーツを好んで着るタイプだとも言われているんです。最後の7つ目が病気。手紙の中で彼は長年重い病気に苦しんでいることを告白したんです。それでも最初の事件から16年経っても生きていることから結核か心臓病を患っている可能性が高いと考えられたんです。これらのプロファイリングを統合すると犯人は一人暮らしまたは高齢の家族と暮らしている。そして精神病と結核か心臓病を患っている50代のスラブ系の男性ということになるんです。3人はこのプロファイリング結果を新聞に掲載。そして翌日には犯人に対して公正な裁判を行うことを約束する代わりに降伏するように求める公開書簡を掲載したんです。犯人に自らの辛い気持ちを打ち明けてほしいと求めたんです。すると翌日 FP という署名で返事が届きます。そしてこのメッセージから事件は大きな展開を見せるんです。巧妙な駆け引きを行う犯人に関するね重要な手がかりを掴んだ警察。しかしね、事件解決の糸口は予想しないところから出てきたんです。事件の終焉。犯人からの返信にはこう書かれていました。私の命は残りわずか。成人してからというものをずっと寝たきり。私の唯一の慰めは私に対する悪行への仕返しだ。たとえ墓から這い上がってきてでも仕返しをする。つまり降参するつもりもなく今後も犯行を続けるという確固たる意思を表明してきたんです。さらに間もなく2通目の手紙を送ってきたマッドボマー。その手紙ではコンエジソンでの作業中に負傷したこと、その結果体に異変が起きて会社を訴えようとしたものの同僚から阻止されたことが記されていたんです。こいつめっちゃ手紙書くじゃない。なんかかまってちゃうんじゃないのこれ。あなたみたいな感じだと思うんですけれども、この後にね3通目の手紙が来るんですけど、その中身がね予想の斜め上を行くものだったんです。大げさね。警察はその手紙を受けて公正な審理を新たに開きたいので事故の日時や詳細について教えてほしいと書いた文章を新聞に掲載すると再び彼から返信が来たんです。そしてこの3通目の手紙こそ事件を解決に導くものでした。その手紙の内容とは1931年9月5日作業中に負傷した後応急処置もされず冷たいコンクリートの上に何時間も放置された。その結果肺炎になりそれが悪化して結核になってしまったというもの。バカなのこいつ、気がつきました？犯人はね重大なミスを犯しているんです。この手紙により彼は1931年時点で勤務していた元従業員であるということ、そして怪我で仕事を辞めたということを手紙に誤って書いてしまったんです。この情報を得た警察は再び捜査を開始。1929年から1931年まで勤務し作業で怪我をしたと訴えていた人物の存在が明らかになったんです。そしてその人物こそ今回の事件の犯人ジョージ・メテスキーだったんです。そして1957年1月21日彼の自宅を訪ねあっけなく逮捕。彼の自宅からは旋盤やパイプ、爆弾作りに必要なコネクタ、懐中時計、端子のつまみなど証拠品が発見されました。こうしてニューヨーク史上最悪の爆破事件は終焉を迎えることになったんです。なんだかね、あっけない最後ね。これ犯人が間違えて書いたっていうよりは、捕まえてほしいと思ってわざと自分から書いてる感じしない？なんですけどね、この事件ね逮捕された後にさらに話題になるんです。なんで
それが冒頭で話をしていたプロファイリングなんです。プロファイリングによる犯人の特徴は、一人暮らしまたは高齢の家族と暮らしていて、精神病と結核か心臓病を患っている50代のスラブ系の男性。そしてこれらの特徴は全てメテスキーと一致していたんです。すげえなおい。逮捕当時のメテスキーはポーランド移民でカトリック信者、53歳の独り身の男性で、年老いた2人の姉と暮らしていたんです。さらにプロファイリングによる几帳面な性格で、ダブルのスーツを好んで着るタイプとされていました。警察が彼の自宅を訪れた際、パジャマ姿でした。しかし警察署に連行される前にブラッセルの予言通りダブルのスーツを着用、几帳面にボタンまできっちりと留めていたんです。いやすごいわな、ほんとプロファイリングって全部当たってんじゃない？いやそうなんですよね、もうすごいっすよ。でここからは彼がね取り調べでね心変わりをしたね犯行のね理由などもね語っていきたいと思います。逮捕されたメテスキーは爆発物の設置場所のリストを提供。そこにはまだ知られていない爆弾の設置場所も記されており、そのいずれもコーンエジソン付近に設置されていたんです。もう怖すぎだわ。そしてなぜコーンエジソン以外を狙うようになったのか。仕掛けた爆発物が新聞に取り上げられていないことを知った彼は、より注目を集める事件にするためと言ったんです。自分勝手すぎだろ。また戦争中に爆弾を設置しなかった理由、それは元アメリカ海兵隊の軍人だった彼は愛国心が強く、第二次世界大戦中に参戦している間は騒ぎを起こしたくなかったから。こうして犯人のうっかりミスでニューヨーク史上最悪の連続爆破事件は幕を閉じたんです。そしてこの事件で衝撃を与えたプロファイリングという手法が FBI や世界中の警察で取り入れられることとなったんです。そして現在このプロファイリングという手法はより発展し、多くの事件を解決に導いているんです。ちなみにメテスキーなんですけど、殺人未遂でね起訴されて精神病院にね送られるんですけど、その精神病院で精神病とね判断されるんです。じゃあもう変質病者っていう、プロファイリングも当たってんじゃない？まあまあそうかもしれないですね、はい。